2011年から日本女子プロゴルフツアーに参戦しているイボミ選手。今やツアー屈指の人気者となっている。韓国ではスマイルキャンディーの愛称で知られるイボミだが、日本でもその愛くるしい笑顔にやられてしまう人が多いんだとか。もちろん人気の秘訣は容姿だけではない。常に自分を支えてくれるスタッフを立てる謙虚さに加え、いつでもどこでもファンを大切にする姿勢は大勢の人から好感を集めている。またイボミは親日家で知られており、日本で引退したいという言葉を口にしてくれるほど、日本で一番人気がある韓国人と報じるメディアもあるが、決して古代広告とは言えない。日本のバラエティ番組トンネルズのスポーツ王は俺だに出演したイボミがトンネルズとゴルフ対決を繰り広げる様子が放送された。放送はツイッターでも面白いなど評判になった。韓国ツアーに3年ぶりに登場したイボミから話を聞こうと地元メディアから取材が殺到した時のこと。もちろん韓国語でのインタビューとなったのですが、質問に対して「やっぱり」と日本語で答え始めてしまい、取材側を驚かせてしまったというエピソードもあるとのこと。イボミの生い立ちは1988年8月21日生まれ、出生地は韓国水原市、学歴は建国大学韓国を卒業している。彼女が2007年に KLPGA 韓国女子プロゴルフ協会デビューした時のキャッチフレーズは山奥の少女だった。出身地がカンウォンドインジェ郡、韓国東北部の山間に位置する偏僻な田舎町だったからだ。山奥育ちの彼女とゴルフの接点ができたのは小学校5年生だった1998年の時、テレビでパク・セリの劇的な US 女子オープン優勝を見た父親にゴルフを勧められたのがきっかけだ。当時20歳になって間もないパク・セリは史上最年少で US 女子オープンを制したのに続いて、同年に全米女子プロゴルフ選手権でも優勝。アジア通貨危機で不況のどん底にあった韓国はこの快挙に大きく刺激され、一躍女子プロゴルフブームが沸き起こった。イボミ、キム・ハヌル、シン・ジエら1988年生まれの選手らはこうしたブームを背景に生まれたパクセリキッズとも呼ばれる。そして彼女たちをスターに育て上げたのが韓国でゴルフダディと呼ばれる父親たち。パク・セリ自身もコーチ兼マネージャーを務めた父親の厳しい指導を受けたと言われる。イボミの父親も娘の練習を助けるために労を厭わなかった。海沿いのソクチョ市に転居した後は練習場まで片道1時間の道のりを毎日車で送り迎えしたという。こうして2007年にデビューしたイボミは2009年に KLPGA ツアーで初優勝、2010年に KLPGA 大賞賞金女王最小ストローク年間最多賞などに輝く。日本女子ツアーへの参戦は2011年からだ。2012年の PRGR レディス初優勝を皮切りに勝利を重ね、2015年に7勝を挙げ、男女を含め日本ツアー史上最高額での賞金女王となる。日本と韓国両ツアーでの賞金女王は史上初の快挙。4試合連続2位、2試合連続完全優勝、賞金2億円突破などの女子ツアー新記録を達成。2016年に5勝を挙げ、2年連続で賞金女王となる。また開幕から12試合連続トップ10、11試合連続トップ5、平均ストローク 70.09 などのツアー新記録を打ち立てた。テレビ美女研究家の八木正夫氏によると、イボミはスーパーエリートとのこと。当時から勉強もものすごくできた神童で、周囲からはゴルフより勉学に専念してほしいとかなり説得もされたそうです。それこそ大統領になってもおかしくない優秀な人材なんです。ゴルフだけではなく学業でも優秀だったのです。三大美女比較、アン・シネ、イボミ、キム・ハヌル。韓国で最も人気があるのは誰ですか？言うまでもなく、イボミは日本ツアーで2年連続賞金女王に輝き、キム・ハヌルは
2018年すでに3勝を挙げて賞金ランキング1位を走り、日本でもその知名度を高めつつある。3人を撮った有名カメラマン、カン・ミョンホさんの証言。イボミはスポーツも好きなめっ子という印象。明るくちょっぴり照れながら、撮影を楽しむタイプです。キム・ハヌルはサバサバしたボーイッシュな感じ。撮影もテキパキ進んでいく。そんな二人に比べると、アン・シネはとても女性的で、ゴルファーではなく、女性を撮っている感覚になります。ポーズや笑顔なども自然と色々とやりますし、目線もしっかりくれて笑うんですね。自分が撮られていること、どうすれば綺麗に見えるかということを意識していますし、それを自然と表現できるタイプです。それでもあえて比較するなら、まず実力面ではイボミ、キム・ハヌル、アン・シネの順だろうか。このように、ゴルフだけではなく人気も競い合う3人だが、実は共通点も多い。代表的なのが、同じ建国大学出身だということだ。同大学はゴルフ指導専攻コースなどのゴルフ専門学部を設立しているが、3人とも4年生の大学を卒業し、大学院にも進んでいる。こういった関係性もあって、イボミはアン・シネにアドバイスもしたのだろう。いずれにしても、イボミ、キム・ハヌルに続いてアン・シネまでもが日本に来るようになった事実を、韓国メディアも感嘆している。スポーツ新聞、スポーツ東亜などは以前、イボミからアン・シネまで、韓国女子ゴルフにハマった日本と題した特集記事まで組んでいた。しかし、なぜ韓国人美女ゴルファーは日本に渡るのか？その背景には、日本と異なる韓国スポーツ界のエリート主義も垣間見える。伝統的に高学歴、エリート志向が強い韓国は、過酷な受験競争でも有名。学力でなくスポーツの成績を争う若者たちもエリート選抜の競争にさらされる構図は変わらない。学歴のため深夜まで子供を高額な予備校に通わせるのと同様に、スポーツの場合も厳しいエリート教育を施そうとするわけだ。一方で日本進出が盛んな背景にはファンの反応の違いもあるらしい。日本女子ツアーにたびたび参戦しているユン・チェヨンは昨年現地メディアで次のように語った。日本のファンはホールとホールの間で秩序よく並び、選手の顔を見ながら声援を送ってくれる。選手の迷惑にならないよう写真の撮影にも気を使ってくれて、まるで家族のようだ。進出した海外で適応するのに苦労することも多いが、ファンの関心と応援が助けになってくれた。もっとも当初は、韓国女子プロゴルファーの日本進出を歓迎しない風潮もあったのも事実。だが、そんなムードをひっくり返す転機を作ったのが、一生懸命な日本語で明るくファンに接するイボミだ。日韓関係が悪化する一方の昨今は、韓国で日本製ゴルフ用品のボイコットまで飛び出す始末。海外でスポーツに打ち込む選手の努力やファンの声援まで、そうした雑音に動かされないでほしいものだ。これからも日本のことを好きでいてほしいですね。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？